先生こんばんは。いつも放送楽しく見ています。ありがとう。放送を見ていてふと気になったことがまたできたので、吉峰先生に質問です。オルタネイティブのラスト、転校生として霞が登場してスミカを見た瞬間泣き出しましたが、あの霞はオルタネイティブ世界の記憶があるマブラブ次元の危ねえ危ねえ次元だからいいとするか。はい、マブラブ次元の霞なのですか、それともオルタネイティブ世界から来た霞なのですか。あの霞はリーディングは使えるのですが、よければ回答お願いしますと。はい、ということで今日は白板用意してないんでね。今日は、持ってきますか、じゃあ。え用意しないとか、ありますもちろん。まあいいけどさ、うん、あ持ってこねえんだ、うん、まあ白板を使うかどうかわからんけれども、一応説明するとですね、そこを次元は OK 次元まあ次元は一般用語ですからね。でも次元は厳密には違うけどね、うん、1次元2次元、3次元、4次元みたいな次元とね時空は違う感じするけどね。そう、宇佐さん倒すなよ。後ろに入れて。監督が、うわー、ダリーンみたいな。ちょうど画面ではい。なんか世界線言ってるやつがいるからこの解説やめる。やめる。聞いてねえよ、こいつ。自分が耳を曲げることに夢中で。世界線がなんですか。なんだよ、聞いてんじゃねえか、はいこの野郎、お前。本当によ。うそさん国会議員みたいってよくわかんないな。ずっとこうやって聞いてる態度の。寝てるってことですか。ですね、あれはどうやってできたかっていうと、まず、マイク。あれがどうやってできてたかっていうとですね、まあ、大雑把に書きますけど、まこう仮にこうしましょうと。平成でいいのかな。あの世界平成、大きく書かないとわかんないんだって。ごめん。めんご。今度太いのを用意しといて。はい。オルタ世界と、はい。アンニミというか平成のあの世界ですね。はい。ファイナル、これが、こういうふうに世界をこう平行にこう動いているわけですけども、はい、タケルが、こっちの世界をこうブチュッと刺したタケルがこう逃げ帰るときに、こちら側で、そのタケルの肉体を構成していたもので、こっち側でタケルの肉体の構成したものがあるわけですね。はい、なんかちょっとうろ覚えだな、俺これ。事前にちょっとちゃんと過去に俺が何て言ったか調べとけばよかったんだけど、もう行き当たりばったりなんで、ちょっと思い出しちょっと喋るんだけどね。これどういうことかっていうとですね、この世界のタケルっていうのは、もう死んで存在しないものを、スミカが自分とその結ばれない無数の世界から集めて構築してるわけですね。はい。で、スミカがこの世界をこうループさせてるわけですけど、こうやって10月22日からねループさせてるわけですけども、ここの
このスミカがなんでそれができるかっていうと、双子がどうのこうのって有名な話あるでしょ、はい、イースミカが見て、ジーダンですね。ジーダン、2発のジーダンの影響で彼女がそれをできるようになってるわけですけども、この時にジーダン、優子先生の話覚えてます？そのジーダンの爆発とかそういったものの影響のあれがそのなんていうの、G 元素の量に見合わないって話どっかに入ってたはずなんですよね。でそれどういうことかというと、そこに創出したもので、スミカがここにタケルを作ってるわけです。創出した G 元素分でこいつの肉体を構成してるわけですよね。はい。で、再構成してるわけです。で、そのタケルが、こっちの世界っていうのは、いろんな目にタケルが入ったこといろんな目に遭うんですけど、これと他にもこのさっき言ったこのタケルがと結ばれなかったループさせてるスミカの世界とかっていうのを最終的にスミカは合流させて、ファイナルエクストラの世界を作る再構築したわけです。やり直しに再構築したわけですね。でその時にかすみちゃんはこの世界にしかいなくて、タケルがこっちに帰っても私はこの子は次元を世界をねまたいで観測できる存在だから絶対にあなたのことを忘れませんって言ってるわけだよね。で海行けよとか言って海見に行けよとか言われてでこの子は観測者がゆえに、この世界にしか存在し得なくてこの世界にはいないんですよ。かすみという存在はいないわけです。オルタネティブ6で作られているかすみは、存在してないと。そのかすみがなぜファイナルエクストラで登場したかというとですね、あと死んだはずの夕日がいるかというと、この世界を再統合した時にタケル、各世界の統合したタケルを構成していたこのスミカが作った G 元素の余剰分を再分配して作ってるんです、この世界で。わかりますか？わかります？もともとの世界にはタケルが存在しているわけだから、ここに存在してないものをこの素材を使って再現してるんです。だからここにボディがあるんです。だからこっちにも本人がいて、それの本人がここにいて、彼女の観測能力がゆえに記憶を引き継いでるのは彼女だけなんです。わかりますか？だからかすみは脳みそになったスミカをずっとリーディングとプロジェクションしてることで自分ってものがなかったから、人の記憶をずっと見続けて人に話してるうちに自分がだんだんスミカになってっちゃってる部分があって、でということはスミカのことがよく分かってるわけですよね。分かってるというか自分そのものなわけです。これかすみとスミカの関係っていうのはどういうことかっていうと、比喩的に対象になっているのはトータルエクリプスのイーニアとクリスカです。プラフカで一緒になって記憶とかごっちゃになったまま別れるでしょ。同じポジション一緒なんです。この2人作劇的なポジションはクリスカ、イーニアとかすみとスミカっていうのは同じなんですね。対象の存在なんです。で、そのかすみちゃんがね、最初はそのユーヤと同じなんですよ。かつての自分である半身が、00ユニットに出てきた時に客観的に見た過去の自分っていうかすみは今までその自分っていうものがなかったんだけど、スミカが現れることに自分の半身が現れて、それが何にもできない赤ちゃんみたいな状態であることに対して自分が
かつての過去の自分というか、そのに対してこうケアをするような気持ちでスミカにコミットし続けるわけです、彼女が。で、あんな一生懸命面倒を見るわけですよ。で、これはどういうことかっていうと、空っぽの自分にスミカが入ってスミカっぽくなっちゃってたかすみがね、本当のスミカが出てくることによって、それを面倒を見ることによって過去として決別して自分という自我が生まれるという象徴的な出来事なわけです。これは子供ができた時に初めて親の気持ちが分かるとか、親として成長するってことともオーバーラップして対比になっているキャラクターの構造なわけですね。これ分かりますか？分かんなくても進めるけどね。はい。ちなみに聞いてて分かる？よく分かんない？てかマブラブやってないもんね、そもそもね。はい。大丈夫ですか、ここまで。進めちゃって大丈夫ですか？前に聞いたやつです。そうそう、何回も話してるからね。でも鳥頭くんだから忘れてると思うんだ、多分。はい。ということで、これ鳥頭くんがそれを言うと面白いですね。そう、それすごい高度なギャグなんだよね。はい。ということで、そのかすみがね、スミカの人格に乗っかって自分というものを、タケルというもので、ね、そのスミカが好きな人がドンって現れちゃった。でそれによって疑似的な恋愛感情を持つことによって他人の人生をトレースしていくことによって自我が生まれていくんですよ、かすみの中に。でかすみはそれでだんだん人間になっていった、そのおかげで。だけど本物のスミカが現れちゃった。ってこれスミカの前にメイヤが現れると同じ行動なんですね、これやる側としては。しかも自分のコピーっていう。だけどかすみが取った行動はやっぱゆうやと同じで過去の自分に対するそのケアなんですね。それによってかすみは客観性を持ってだんだん人間になっていくっていう、これクリスカとは逆なんですよ。人間になっていくことで強くなったのはかすみなんですよね。だから大統領になるわけですね、大統領というか。でそのかすみは言ってしまえばなんていうのかな、自分の記憶や態度、行動や表説してタケルと向き合ってた自分っていうのはスミカにとってはあまりよろしくない存在なんだっていうことは、スミカのそういうループの話とかを聞いた時に分かるんですよね。自分がタケルのことが好きだって思ってる気持ちはかすみにはスミカにはバレてるのは知ってるから。でタケルのことをあんだけ好きだったスミカが他に好きな人がいるっていうことに対してネガティブだっていうことも、要するに恋愛のいろはみたいのも、スミカから学んだわけです。かすみはもうややこしいわ。でだから自分は他のね、その話を正体として聞いたときに自分もその憎しみの対象ではないかとかすみは不安を持ってるわけですね、人間になってきちゃったから。そのかすみが全部の、出来事が終わってですよ、ここでお別れをしましたと。で世界が再構築されましたとね、このタケルが関わってめちゃめちゃにしちゃった世界を含め全部、スミカが関わってめちゃめちゃにした世界も含めて再構築しましたという起点がファイナルエクストラなわけですけども、ここにですよ、ここで彼女は何をしたかっていうと、本来自分のスミカは自分に都合のいい世界を再構築できる立場にあったわけです。でマブラブのオルタのタケルのループっていうのは、スミカは自覚なしに好きな人を、ね、好きであるがゆえにその執念や怨念や愛情みたいなもので、ループさせてしまっていたことに気づいてるわけですね。そのスミカが何をしたか、自分以外と結ばれた世界をぶち壊してループさせていた食材として彼女が選んだ世界は、全員が一律の横並びで一斉の背でタケルを狙えると言ったらいいんだけど、一斉の背でタケルに、彼女になる可能性のある世界を用意したんです。
自分が有利に、ね、できるにもかかわらず、でさらにはそのレースにね、この世界に存在しなかった霞を再現してあげたんです。で霞はその観測能力があるので、要するに直前までの状態、コピーされる直前の状態までの記憶を持った状態で再現されているわけですね。で霞はそのことを知って、でしかも住処の記憶もない、武尊の記憶もない。これね、霞が言ったお礼には2つの意味があるんです。まず、自分をこのレースに加えてくれてありがとう。まあ3つかな。この世界、平和な世界に自分をね連れてきてくれてありがとうが1つですね。でこれはまあ普通です。で2番目がこのタケルの争奪戦に自分を加えてくれたことがありがとう。で3つ目何だと思います？タケルからあの辛くて悲しい記憶を消してくれたことに対する感謝なんですね。もうあの記憶を持ったままだったらタケルは、まあ、彼女の視点からはそういうふうには考えられないだろうけど、少なくとも自分と付き合うことはないわけですね。全てを知っているがゆえに彼女は一番辛いはずなんです。あの世界で生きていくのはそれは観測者としての使命ですよね。でもそういう本来なら知り得ないさっき、オープニングのトークで見ましたけど、多層的で多角的な視点と他人への痛み、思いというものを知っているがゆえに彼女は人類の代表になれるわけですよ。わかりますか？霞という名前はね、社っていうね、三種の神器の名前のね、鏡を収める社だっていうお話したよね。霞っていう名前は何でかっていうとね、シュレティンガーの猫の要するに観測するまでの確率の霧の状態っていうその印象を持たせたかったんだよね、霞って。観測者であるがゆえに。だから彼女はそういった意味では優子先生とワンセットである意味の裏ヒロイン、裏ダブルヒロインなんだよね。分かった？はい、しこりコニャン、まだ言えなくなってた。はい、しこりコニャン君のね質問でございましたけど、なんかちょっとね、まとまんない説明で申し訳ないですけども、なんかちょっとね思い出しもちょっと熱も微熱もある中思い出してね申し訳ないんだけど、まあかすみちゃんはそういう子ですよとね。でそれがそうなんていうかな、もう片や、そういう思いを、共有して少しずつ、人間になりね、いろんな気持ちを理解したイーニャとね、そのネガティブをポジティブに変えるということをやったイーニャと2人でね、国連軍の制服を着て海を見てるシーンっていう10周年 PV の絵はね、まあそれは意味が深いわけですよ。ここでまぶら深い測ったように違うお前はであげたな、そうだよな。